今回の動画では日本版にて2026年4月から7月の間に実装されるオペレーターを紹介。なお、今回からランク付けの方をシンプルなものに変更。例外的な性能を持つオペレーター以外は全て A から C で判断し、この枠組みに収まらないオペレーターを S または D と判断しています。それでは2026年4月頃に実装されると思われるオペレーターから順に紹介をしていきます。まずはソコーアステジーニから。ソコーアステジーニは観測士タイプの補助オペレーターで、2026年4月中旬頃に開催されると思われるイベントにて、イベント報酬として入手が可能。今回は育成のおすすめ度合いを C とさせていただきました。ソコーアステジーニのメインとなるスキルは2と3。スキル2は攻撃回復の自動発動となる放置運用スキルで、SP が溜まった状態での次の攻撃時、目標地点から最も遠い敵1体を攻撃して、攻撃力の一定割合の術ダメージを与え、対象には3秒間の足止め効果を、そしてその周囲にいる最大3体の敵を目標に向かって引き寄せて、同じ術ダメージを与えるという効果。挙動としてはミントのスキル2に近い特定の目標に対して敵を一点に集めるというもので、範囲攻撃系のオペレーターとの相性が非常に良く、例えば残壕星熊のスキル2と組み合わせれば敵をまとめて殲滅できる上に残壕星熊の HP も同時に回復することができます。また、最も防衛ラインから遠い敵を目標とするので、時間稼ぎとしても有効。足止めがうまく効けば敵の動きを大幅に遅らせるといったことが可能です。スキル3は攻撃範囲拡大、攻撃力上昇、攻撃間隔が短縮。攻撃範囲内にいる敵2体をマークして攻撃。マークされた敵は互いにリンクし、術ダメージを受けると、もう片方のリンクしている敵にも術ダメージを与えるという効果。リンクされた敵同士は互いに受けたダメージをもう片方も受けるという形のスキルで、モジュールを装備しているのであれば、攻撃速度の上昇も相まって相手を継続的に足止めすることが可能。また、リンク効果によってダメージ量自体も決して低くはなく、ソコーアステジーニがダメージ源ではない術ダメージもリンク対象となるので実質的な術ダメージのバフスキルとなっています。総じてソコーアステジーニのバフ兼火力スキルというのがこのスキル。発動に必要な SP は35と、スキルサイクルもそこまで悪くはありません。評価を C にした理由としては、昨今の環境においてはあまりにも性能がおとなしすぎるため、つまり観測士としてはお手本とも言えるスタンダードな性能なのですが、現在の環境ではたとえバフやデバフを付与するようなオペレーターであっても、何らかの他の要素を持ち合わせている場合が多く、例えるならばスズランの頃の観測士の性能を配布用に少し下げて持ってきたような性能です。悪くはないものの、光るところもないというのがソコーアステジーニの現在の評価となってしまいます。攻撃速度が大幅に上昇するイベントであれば、スキル2やスキル3は強力な減速スキルとして機能してくれますが、それ以外の場面では際立った活躍は見込めないでしょう。続けて同時期に実装される法人術師オペレーターのセイレイプラマニクス。セイレイプラマニクスの入手おすすめ度は最高評価となる S とさせていただきました。セイレイプラマニクスのメインとなるスキルは2と3。ただ、スキル2が圧倒的な性能を有しており、ほとんどの場面では2を使用することになります。スキル2は、スキル発動後は撤退するか手動停止させるまで効果が継続する永続スキルで、スキル発動後は、通常攻撃は攻撃力の一定割合の術ダメージを相手に与え、積雪が5層を超えると、積雪を周囲に1層拡散。積雪マスの上にいる敵ユニットは毎秒術ダメージを受け、マスから離れると5秒間の寒冷を付与。積雪が防衛ラインで5層以上蓄積すると、その防衛ラインは凍結するという効果。防塵術師なので配置後45秒間は攻撃できないという欠点がありますが、スキル発動後はその欠点を補ってあまりある性能を有しており、これまでの放置スキルといえば局所的な効果であることが多かった一方で、積雪マスは合計で20マス蓄積するまで広がり続けるため、下手をすればステージ全域がセイレイプラマニクスの影響下となります。積雪マスに入った敵は継続ダメージに加えて減速効果も付与され、仮にセイレイプラマニクスに近づくことができたとしても単発3500程度の術ダメージを受け、そこを突破しても防衛ラインは凍結しているので侵入できないという散弾仕様。現環境においては間違いなく放置スキルのトップに君臨する性能です。一方のスキル3も決戦スキルとして非常に優秀。スキル発動中は攻撃範囲が拡大し、スキル発動と同時に攻撃範囲内にいる全ての敵を自身の周囲のマスに10秒間誘導。積雪の生成速度が上昇、攻撃力と攻撃速度上昇、術耐性を10無視して術ダメージを与えるという効果。攻撃範囲内にいる敵は誘導が効く相手であれば10秒間は逃れることはできず、誘導が解除されても積雪によって移動速度が低下するので、高い火力によってほとんどの敵を殲滅可能。
実際、総ダメージは敵1体に対して13万程度と決戦スキル級であり、術耐性無視効果もあるので、他の術師と比べてもダメージが通りやすくなっています。防刃術師である以上、通常攻撃ができないというのはネックではありますが、ここぞといった場面では高い火力による全範囲攻撃によって大量の敵を短期で殲滅してくれるでしょう。セイレイプラマニクスと同時期には作詞としては初の星6であるリンオンシルバーアッシュが限定オペレーターとして実装。リンオンシルバーアッシュの入手を進め度は A としています。リンオンシルバーアッシュのメインスキルは3、スキル発動中は攻撃範囲拡大、攻撃範囲内にいる敵のステルス無効化、通常攻撃は範囲攻撃に変化、攻撃力の一定割合の物理ダメージと脆弱を与え、発動と同時に所持コストを獲得し、その後は徐々に獲得。スキル初回発動時、配置コストが最も軽いオペレーターと重いオペレーターのコストを入れ替え、スキル発動中のみ風雪の目を配置できるという効果。このスキルの最大の特徴は、やはり配置コストを入れ替えるという効果。配置コストが最も低いオペレーターと重いオペレーターを入れ替えるため、例えば初動からウィシャデルやウルピアヌス、セイレイプラマニクスといった強力なオペレーターの配置が可能となります。そのため、リンオンシルバーアッシュの最も強力な点は、他の追随を許さない圧倒的な初動速度であり、もはやコスト回収の長であった機種ですら滋賀にもかけない展開力を有します。一方で殲滅力に関しては、前衛の頃と比べると下がってはいますが、とはいえ、序盤に関して言えば脆弱効果もあって必要十分な性能、発動時間も48秒と非常に長いので、展開が終わるまでは十分に持ってくれます。耐久性能も重装を除けば、なぜか地上配置ではトップクラスに高いので、まさに初動における最適解と言えるオペレーターでしょう。ただ、コストを入れ替えるということはコストが低いオペレーター、例えば先鋒や執行者、投資などのコストには十分注意。配置順の関係で本来なら対処できていた敵が対処できなくなるということも起こり得るので、ステージだけでなく編成の時点から気にかける必要が出てくるでしょう。5月中旬頃には交渉オペレーターであるナスティが実装されるでしょう。ナスティの評価に関しては今回は B としています。ナスティのメインとなるスキルは3。スキル3で使用する装置は前方に遠距離オペレーターが配置可能な高台の建設と強化を行い、スキル発動時は自身の攻撃力と防御力が上昇、装置の高台の SP 回復を強化するという効果。初のステージのマスの形状を地上マスから高台マスに変えてしまうスキルで、建設に時間はかかるものの、一度建設が完了するとそのマスは破壊されるまでは高台マスとして機能します。ナスティ自身の性能は、スキル中は攻撃力と防御力は上がるものの、それ以外の効果はなく、殲滅力や耐久力はおおよそ現在の環境で実装されたとは思えないほどの貧弱っぷり。つまるところ、装置にパラメータを全振りした性能で、ゴールドラッシュの時のツルハシヤと同じく、自身の性能で成り上がるというよりかは、高台オペレーターが全盛だからこそ成り立っている性能であると言えます。特に攻撃範囲が四方八方に広がっているセイレイプラマニクスとの相性は抜群で、素質効果が適用されれば、そこまでスキルの起動に影響を受けないにもかかわらず、最大で HP と攻撃力がプラス 60% されるバフを付与します。つまるところ、バフ能力付きの高台オペレーターにとって絶好な場所にお立ち台を作成できるので、セイレイプラマニクスの他にもイフリータで無理やり直線ラインを作成したり、ナラントゥヤを敵のど真ん中に配置してスキル3でまとめて殲滅したりといったことも可能です。また、ナスティの後に実装される赤頭名称チェンのスキル3と組み合わせれば、スキル3発動時に放たれる竜を閉じ込めることもできるので、敵にひたすら竜を当てるといったゲートもできます。総じて圧倒的な性能を有してはいないものの、あまりにも独自色が強いがゆえに誰も代わりになれないという一点突破型。常用するような性能ではありませんが、使い手のアレンジ次第でいかようにも化けることができるオペレーターと言えるでしょう。6月中旬頃には樹石オペレーターであるティティが実装されるでしょう。ティティの評価については B としています。ティティのメインスキルは2と3というより、このスキルは相互関係にあるため、どちらか片方だけではあらゆる状況に対応できないという形にあります。スキルには攻撃を停止して攻撃力が上昇。自身と残り HP が最も低い味方オペレーターをスキルが終了するまで睡眠状態にし、その周囲にいる敵ユニットも睡眠状態を付与、素質1の効果を上昇させるという効果。自身と味方を睡眠状態にすることで攻撃ができなくなる代わりに無敵化させて保護。さらに敵も睡眠によって動けなくした状態で素質1によって発生する継続の術ダメージを用いて殲滅するというスキルで、言うなれば敵も味方もひっくるめて自分しか動けない状況を作り出し、自分しか動けない状況で一方的に殴るというのがこのスキルの本質です。
睡眠状態の敵は一部オペレーターしか攻撃できないため、意図した編成を組まなければ危機の独壇場になるとも言えます。仮に敵に睡眠耐性が付与されていても、味方を保護するという点は変わらないため、特に強力な一撃を受ける場面が多い統合戦略においては活躍しやすく、昇進1の時点から使用できるという面からも優秀なスキルであると言えます。スキル3は攻撃力が上昇、敵2体を同時に攻撃。睡眠状態でない敵を攻撃時、5秒間の睡眠を付与し、睡眠が解除された時にダメージを与え、周囲の敵1体に5秒間の睡眠を付与。攻撃範囲内にいる味方が致命的なダメージを受けた時、撤退を無効化して HP が全回復するかスキルが終了するまで睡眠を付与するという効果。スキル2が味方も敵も全て睡眠状態にして盤面を止めながらも自分だけは攻撃する守りによったスキルだったのに対して、スキル3は睡眠を伝播させることで相手の動きを止めながら、味方には致命的なダメージを受けた時のみ睡眠を付与して守るという攻めの効果。睡眠が効く相手には単体総ダメージ95000程度の出力で攻撃を行うため、雑魚敵程度であれば十分に殲滅しながらの回復が可能。一方で睡眠が効かない相手に対しては、味方に睡眠を付与することで守るという二段構えとなっています。致命的なダメージを受けて睡眠状態が付与された味方は HP が全回復することで睡眠が解除されるので、あえて HP が低い味方をおとりにすることで睡眠からの HP 全回復で復活ループを組んだり、睡眠はあくまでも状態異常なのでルーメンのスキル3で強制解除したりといったアレンジを効かせることで圧倒的な耐久性能を実現することも。ただ、やはり睡眠自体が汎用性が低く、未だに睡眠を活かせる決定的な火力を持つオペレーターがいないため、結果的に味方の保護かあくまでも敵の拘束にしか危機を活かせないというのがかなり惜しいところ。猜疑師と本源術師の関係のように睡眠によって火力が爆発的に上がるオペレーターが実装されれば危機の活用シーンも増えていくことでしょう。続いて7月中旬頃に実装と推測される赤人名称チェン。赤人名称チェンの評価は A としました。赤人名称チェンのメインスキルは3。スキル発動中は攻撃範囲が拡大。スキル発動と同時に前方に竜を放ち、竜は敵通過時に対象の HP の一定割合か、チェンの攻撃力の一定割合の術ダメージを与え、通常攻撃は地上4体の敵を同時に攻撃力の一定割合の術ダメージで3回攻撃するという効果。スキル発動と同時に放たれる竜は壁にぶつかったタイミングで竜から見て右に方向転換する性質を持ち、映像のようなステージだった場合は常に特定の場所をスキル終了まで周回し続けることになります。一方で複雑な形状をしているステージだと竜の制御はかなり難しく、最悪の場合敵に一切接触せずにどこかに行ってしまうということも。だからこそ容易に竜の閉じ込めができるナスティのスキル3がこのスキルと相性がいいということになるわけです。一方で竜の閉じ込めが成功した場合のダメージ量は凄まじく、竜の単発威力は最低でも5400で敵の HP 割合によるダメージなので、例えば HP が90万あるイモータルであれば単発火力は54000まで上昇。ダメージ判定は進行方向を変えるたびに発生するので、1マス閉じ込めが成功した場合、イモータルに対してならば300万近いダメージを与えることになります。また、スキル発動に必要な SP も25と決戦スキルとしては破格の数値。竜を制御してやる必要があるので癖が強いスキルではありますが、HP が非常に高いボスなどには凄まじい火力を発揮してくれるでしょう。同時期には限定オペレーターとして罠師の1も実装。1の評価は S としました。1のメインスキルは3。スキルセット時、攻撃範囲が拡大。罠発動時の術ダメージが上昇。スキル発動時、1は攻撃を停止。攻撃範囲拡大。罠を8個獲得。所持上限を超えた罠は自動で攻撃範囲内の敵がいるマスに設置され、スキル発動中は敵がいるマスにも罠を配置可能となり、素質1によって追加で配置される罠の数が1個から3個に増加。追加配置した罠の数だけ弾薬を消費。罠が尽きるかスキルを手動停止時、残った弾薬は罠として変換されるという効果。1のスキル3の特徴は何といっても圧倒的な殲滅性能。通常時は罠を配置すると周囲1マスにもう一つ罠を追加で配置しますが、スキル発動時は弾薬を消費して追加で3個、つまり1+4の罠が配置され、罠は縦横2マスのひし形状のダメージ範囲を有しているので、中央にいる敵は合計で5つの罠のダメージを受けることになり、合計で19200というウィシャデルのスキル3以上のダメージを叩き出します。さらに罠は横や縦に並んでいると、その分だけダメージが上昇。術耐性を無視するので、最大で36の術耐性を無視。罠の追加配置は最大で毎回3個消費しますが、20発あるので6回最大数を使用するまで使い切ることはありません。
また、自身の攻撃範囲内に罠を配置した時のみ、追加の罠が配置されるという制約はあるものの、攻撃範囲は上下2マスずつ、前方4マスの正方形と非常に広大なので、よほどの位置でなければ、まず問題になることはありません。おまけに罠は高台にも敵がいるマスにも配置が可能な上に、対空攻撃も可能というあらゆる状況に対応できる性能。配置コストはモジュールを装備すれば、わずか2なのでコストを圧迫することもなし。罠師の性質上、攻撃速度上昇の恩恵を受けられないという欠点はありますが、それすらも問題になることはまずないでしょう。彼がやってることは囲碁ではなく、ボンバーマンか爆撃機です。以上で2026年4月から7月に実装されると思われるオペレーターの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。